こんにちは。第39新鋭自動車化狙撃師団司令官の四国メタンです。砲兵、いいですよね。偉大なる同志スターリンも、砲兵は戦場の神、との格言を残したとか。ということで、今回は砲兵で NATO の皆さんを粉砕していきたいと思います。敵闘作戦図です。右翼の拠点を固めた後、左翼も固めて、砲撃で敵拠点をボコボコにした後突っ込みます。終わり。いざ作戦開始。右翼に歩兵を大量に送って左翼は最低限の構えです。最初から砲兵や戦車を出したいところですが、高いので初動は我慢。少し飛んで前線に到着しだしたところ、歩兵がトラックごと敵のヘリにやられてしまった。急いで周りの歩兵を車両から下ろします。しばらく部隊を展開させてるだけなのでカット。どうやら左翼で敵が攻撃に来た様子。敵ヘリコプターを撃墜。さっきの敵は撃ちました。増援部隊が左翼に到着。前線の集落に展開した歩兵がめちゃくちゃボコられている。ひとまず下がらせつつ増援を集落に入れます。現在敵 MBT 複数両と交戦中。こちらには MBT がいないので結構やばい。今更ですが、敵は西ドイツの第二装甲敵団兵士団。そこそこ強力なレオパルト 2A3 と優秀な歩兵が出せるバランス型の師団です。あらら、敵のレオパルト1を取り逃がしてしまった。まあ損害は大して与えられなかったけど追い返せたからよし。すぐさま敵の第二次攻撃が来ました。レオパルト 2A3 を撃破。続けてヘリコプターも撃墜。無事に攻勢を退けられそうです。ここで攻撃ヘリも到着しました。こうなれば鬼に金棒。まだ敵は見えますが恐るるに足りません。さあさあ、どんどんかかってきなさい。またしても敵ヘリを撃墜。オサー君が無双しています。序盤から奮戦していた BMP がやられた。しかし攻撃ヘリのミサイルで撃破できたので BMP は見なかったことにします。おっと、敵の F16 が飛んできました。急いでヘリを着陸させつつ砲位27で迎撃します。かろうじてヘリは生き残った様子。サムとス砲位27の連携攻撃で撃墜。すぐさまス砲位27を離脱させますが、サムに被弾。ギリギリで2発目を回避したのでなんとか悲撃墜は免れました。危なかった。場面は変わって現在敵拠点に BM21 で砲撃中。特に右側には敵ユニットが固まっているからかなり刺さりそう。砲撃している間に軽くデッキ哨戒。自走砲とロケット砲を詰め込んで、残りはバランスよく入れました。砲撃はとにかく補給がいるので補給拠点は必須。敵の情報がたくさん欲しいので偵察ヘリを多めに入れてます。煙幕を焚いていよいよ敵拠点に突撃というところで敵戦車が襲来。まあ対戦車火器も使えるシティ80もいるので大丈夫でしょう。無事歩兵が敵のレオパルト 2A3 を撃破。右のレオパルトは T80 に任せるとします。歩兵が敵拠点に到達。敵のいそうなところに BM21 で砲撃しつつ前進します。さらに前進したところ多数の敵とレオパルト2を発見。 BMP と偵察部隊が交戦しているけど少し厳しいか。残念。 BMP はやられちゃった。さすがに厳しそうだったので偵察は交代。代わりに他の歩兵は前進し戦車撃破を狙います。同時に敵陣地に砲撃を要請。総砲撃で歩兵殲滅を狙います。よしよし、敵戦車への攻撃は成功している様子。敵戦車を撃破。こうなるので単体で市街地に戦車を突っ込ませるのは危ないんですよね。それではさらに前進。完全制圧を狙います。さっき要請した砲撃が見事クリーンヒット。これでここ一帯の歩兵は一掃できるかな。ということで焼き上がったものがこちらです。敵部隊は壊滅。美味しそうな焼き納豆の完成です。あとはサクッと生き残りを相当して制圧完了。ただ時間切れまでにポイント上限の半分は確保しないと引き分けになってしまうのでこのままだと足りない。ということでもう一度作戦図です。先ほど占領した拠点の近くに戦車を集めた後、マップ左端の道路を通って敵拠点に突撃します。敵の拠点内は建物が数個しかないため、砲撃で全部消し飛ばせば待ち伏せを受けることはないので安心。これがソビエト流待ち伏せ対策です。覚えておくように。とは言っても、戦車はコストが高いので準備ができるにはかなり時間がかかります。準備が終わるまではひたすら砲撃タイムかな。現在敵からの大砲兵射撃が到来中。あれ、これまずいか。わあ、
砲撃で補給拠点が爆散した。こうなってしまうと今残っている分しか砲撃できません。こうなるので横着して補給拠点の隣で砲撃させたらダメなんですよね。一応補給トラックで補給する手もありますが、もう前線への補給で限界なので厳しい。こちらの攻撃ヘリを狙いに F16 が来襲。すぐさまスホーイ27を迎撃に出しますが間に合わず、サムで F16 は落とせましたが、落とされたヘリは高級攻撃ヘリのミル 24VP なので残念。敵の歩兵は SPG9 と T80 がボコボコにしてますね。SPG9 なんとなくで入れてみたけど案外強いかもしれない。ただ重機関銃とグレネードランチャーとどれが強いのか、これがわからない。大野に自信2機はコメントで教えてください。敵の生き残りが棒立ちしていたので砲撃を要請してみました。ラッキー、無料で生き残りを撃破できました。これで前進してきた歩兵は一掃できましたね。ゲゲ、敵の砲兵から大砲兵射撃が飛んできました。ちゃんとシュート&スクートは命令していたんですが、反撃が早く間に合いませんでした。最近のアップデートで砲撃した後移動できるようになるまでに時間がいるようになったので、こうやってすぐさま反撃されると間に合わないことも。別の自走砲でこちらも反撃を試みますが、距離が遠くて精度が出ないので果たして撃破できるか。おやおや、敵のラーズが前線近くに見えますね。なんでこんなところまで来たかは分かりませんが、せっかくなので 155mm をプレゼントしてあげましょう。十分に戦力が集まったので、いよいよ隊列を組んで敵拠点への攻撃を開始します。戦力は T80BV 計1両、T80BV4 両、BMP1PG 搭乗の1個歩兵分隊、1個 ATGM 分隊です。前進を開始したタイミングで敵の攻撃機が飛んできました。スホーイ27を迎撃に出しますが、間に合わなさそうです。事前に戦闘機を飛ばしておくか対空ユニットを同行させるべきだった。ここで CV の T80BV 系がやられるとかなりめんどくさいことになりますが、セーフ。普通の T80BV ならまあなんとかなります。攻撃機には逃げられてしまいそうですが、敵の戦闘機が出てきたのでこれを狙わせます。敵機はスホーイ27と同格のトーネード F3、正面からいざ尋常に勝負。サムとの同時攻撃で無傷で勝利しました。勝てばよかろうなのだ。というかありえない数のサムが飛び交ってて草、もう全部あいつらでいいんじゃないかな。完全に忘れていましたが、敵拠点に BM27 の砲撃を要請しておきます。危うく自分で立てた作戦をひっくり返すところだった。敵を更新艦射撃でボコりながら前進中です。あれ ?CV の T80BV 系が見えないような。後で確認したところ、森の中の伏兵に側面を攻撃されて爆散したようです。森の中は完全に失念していた。確かにアウトレンジからの攻撃は受けにくい地形でも、側面からアンブッシュされる危険が大きい地形だと気づかなかった。事前に側面の森に偵察を送って安全確保をしておくべきでしたね。失敗。拠点はもう制圧して暇なので、手頃な敵のマルダー IFV に爆撃を要請しました。弾種は HE なので装甲車両相手に効くかわからないけどお試しです。やっぱり削りきれない。こういう場面だとクラスター爆撃機が欲しくなるけど、結局どっちがいいのか永遠にわからない。大野に自信2機、どういう基準でエアー枠決めてるかコメントで教えてください。敵拠点にはやっとコサ CV が到着し占領が始まりました。その隣では森林を挟んで歩兵がめちゃくちゃ銃撃戦してます。ちなみに ATGM にボコられて退散したので車両の支援はないです。頑張れ。南下装甲車が固まってたので BM21 をぶっ破してます。BM21 は小口径なので威力には期待できないですが、こういう嫌がらせにはぴったりの代物。手当たり次第砲撃して相手を怖がらせましょう。うわうわ、なんかものすごい数の敵の装甲車が見えます。多分歩兵を下ろした後の残りカスですね。機関銃しか乗ってないので単体では雑魚ですが、あれだけ固まると怖い。砲撃で一網打尽にしたいところですが、動き回ってるせいで難しそう。まあ残り時間もわずかなので大丈夫なんですけどね。ということで最後に爆撃で吹き飛ばして勝利。
戦績はこんな感じ。ぼちぼち良い立ち回りできたと思うけど、後半は大砲兵射撃が激しくてなかなか砲撃できなかったのが残念。後砲兵は補給拠点から離して配置しましょう。面白かったらいいね、高評価してくれると嬉しいです。次回の動画は気が向いたら、編集にまだ慣れてないので気長に待ってね。それじゃ、バイバイ。